来年2024年パリオリンピックでブレイキンついにやってきます。本当に生きててよかったです。だもう黒のジャージがでもこれもうめっちゃうまいです。ロン毛だったんですよ。うまっ。日本の皆さんが一番気になってるオリンピック2024年に来年ですね。はい、そうでもそんな先の話やと思ってたらもう来年の話やからね。ブレイキンがオリンピックに入るということでもうみんなすごい盛り上がってるけど、2017年に JDSF の本部長就任してめちゃくちゃ頑張ってるけど、オリンピックについて話を聞きたいねんけど、もうぜひ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 。日本代表は何枠かが決まってて日本大会があって出れるみたいなイメージやねんけど、はい、全然違うやん。そうですね、ちょっと複雑なんですよね。登録をするっていうのが、もう本当に最低限の条件、選手登録っていうのをしないといけないんですけど、世界連盟が主催する大会は世界の方の連盟にも登録が必要なんです。そういうことか。2つの登録が必要になってくるんですけど、簡単に言うと世界選手権から1人、大陸大会から5人、要は5大陸でやるんですね。合計で6人今、であとはオリンピック予選シリーズっていうところから10人です。これが16人いけるんですよね。でこれは今世界のフレーズなんですけど、その世界にどうやったら出れるのっていうとパターンが2つあって、全日本選手権とかで上位の人たちが入る強化チームに入ります。でこのナショナルチームからトップの人が世界選手権で言ったら2名指名して連れてきてって言ったら、この強化のトップから2名いく、3名ってなったらこの大会はここから3名いくっていう。だからその強化チームに入るためにセッツのバトルもそうですし、全日本もそうですし、ジャパンオープンだとかパートナー大会ではダンサーライブと BC1 とかもあったんですけど、そこに行くためのその大会が結構ある。であとはその大陸の選手権とブレイキンの予選シリーズっていうところのワールドポイントのこう3レベルの大会があるんですよ。チャレンジ、インターナショナル、ワールドシリーズ。このチャレンジとインターナショナルってポイントは低いんですけど、誰でも参加できるんです。別にここにいなくても。アジア選手権、誰でも出れるんです。このルートがあるんです。世界選手権だけはつかない。つかないんです。で優勝したらオリンピックに絶対行ける。いけます。で2位から6位まではこっちの予選シリーズの方に行ける。本当はポイントないとこ行けないんですけど、こっちは行けるんですよ。なるほど。こっちのポイントから上がってきたやつの合計で残りの10席をこう狙うっていうのが来年行われるんですよ。出まくらなあかんってことね。ポイント稼ぎまくらんと話にならんってこと。そうですね。ポイントがないとダメですね。複雑ですけど、簡単に言うとこんな感じでパリにつながってるっていうことです。世界で何カ国ぐらいそれに加盟してるの？一応今90半ばぐらいまでは。すごいな。今こう世界で強いってどこの国なの？国で言ったら、多分ウクライナが結構上位の方に何人かいるみたいなイメージはありますね。あとロシア強かったんですけど、ちょっと戦争のあれで今排除されてるっていう。今なんかどうなるかみたいな微妙なラインや。そうですね。あとは本当にアメリカも強いですし、個人単位ですけどカナダ、日本っていうのが上位に入ってる。フランスは？フランスも入ってます、ね。入ってます。でもこれ常に変わるんで、面白いですよね。日本人で最高ランクは何位まで？今は多分3位か4位ぐらいで刺激。すごいなあいつやっぱり。この間の世界選手権で銀メダル取ったのがでかかった。B ガールは？アミが多分2位とか3位とかにいるんじゃないですか。なるほどなるほど。でもヨーロッパの選手権はアジアの選手権よりもこう早く去年の末やってたので、そのポイントがこうあるから、アジアであるってなったらアジアの子だけのポイントになるので、まだこうなっていくのかなと思いますね。なるほどね。
B ガールもさっきと同じように強い国はウクライナとかアメリカとかフランスとか B ガラでもやっぱり日本なんがだ。おとんでもないぐらいレベル高いんじゃないですかね。1位から8位に4人ぐらい入ってました。そうなん誰世界選手権の時は、はい、結果で言うとあみちゃんあゆみちゃん、あと沖縄のリコリコちゃんであやねゆいかもね。他にも強豪がいっぱいいるんで、はい、誰かが出れなかったとしても上位に可能性がある子いっぱいいるな。じゃあ B ガールの方がオリンピックでメダル取るに近いんや今のところ。そうですね、イメランクでージは言うたらそうですね、でも今脅威なのが B ガールはもう中国ですね。とんでもないのが一人出てきましたね。ああそうなん、はなんていう子。671、あの子がやばいですね。はい、まだ16とかなんで、まだ1年あるって考えると、伸び率がすごいもんね。伸び率は早いんだと思うんですよね。もしかしたらその16にも入れない可能性もやっぱゼロじゃないかな。そうか気を引き締めていかないと、まあね、いけないなとは思ってます。スポーツとなると、みんな気になるのは採点方法だと思うんですよね。オリンピック用のジャッジシステムっていうのを決定した。一応決定しました。まあ若干の修正はあるとは思うんですけども、基盤的にはもうこれでいくっていうのはあったので、そんなに変わらないかなと思ってます。どういう感じなの？相対評価ですね。相対評価になった。簡単に言うとボディ、マインド、ソウルって分かれるんですよ。ボディに関してはバラエティとテクニックをボディと呼ぶんですよ。マインドに関してはパーソナリティとクリエイティビティをマインド、ソウルの方はミュージカリティとパフォーマティビティを見るんです。大きく言うと3つなんですけど、細かく言うと6つになるんですね。それがこうバトル中にどっちが優れているかっていうところで右左です。そういうことね。ポイントじゃなくて何%ぐらい差が出てるみたいなのがこう出て、こうストリートファイターみたいな感じでこうみたいな感じで決まりますね。だからジャッジはそのポイントを見て決めてます。もうジャッジのミーティングがもう半端じゃなかったですね。みんなでやっぱ意識統一しなきゃいけない、この人の基準は5点だけどこの人の基準が8点だと、その差をやっぱり埋めなきゃいけないので、何回もその映像で見て、これは大体何点から何点のムーブみたいな、それを叩き込むんですよ。完全に登録したジャッジがいるんだよ、何人か。その人しかジャッジできない。そうです。でその人たちが同じところに集まって同じものでずっと勉強してる。なんで5点つけたんですか、なんで7点なんですかっていうのを一人ずつこうちゃんと喋って合わせていくっていうのを毎回やってますね。だから終わってからもすぐミーティングする。それをやるんや。思って。じゃあジャッジ終わって終了じゃなくて、そっそっかかららです。すごいわ。B ガールも大変やな。大変ですよ本当に。もうロジック必要になってきましたね。ノリで踊られへんわけやん。ちゃんと考えてやらな。そうですね。うまくできてるなと思ったのは、パワームーブがすごくても、ミュージカリティが例えばゼロだったり、ミュージカリティがすごくても全然スキルがゼロだったり、どんなスタイルでも勝てるようにはなってるんだろうなっていう。俺らの世界はジャッジと会うじゃないですか。お疲れみたいな、あれ一切禁止ですね。会っちゃダメなんですよ選手たちと。そうなの。その試合の日やな。そうですそうです。でできればその前後も3日間ぐらい多分ダメ。フィードバックも絶対ダメです。じゃあダメ出してくださいとか。ダメです。ダメなんや。もっとあるですね。突き詰めると。だからもうめちゃくちゃ公平に見るってことだよね。人間関係も全部抜きにして。僕も世界大会のジャッジやった時に、ジャッジは機械でいいって言われました。俺機械だけどね。マジで。そうそれでいい。もう何も考えずにもう見ただけのもうインプットされたやつだけでこうやってやらないとっていう。終わって打ち上げとかで一緒に選手と喋ったりできんの？ダメですね。で SNS も7日間上げちゃダメです。イベント会場行ってこうわーとかあるじゃないですか。そうああいうのもなるべく7日間は上げるな。今こうなってますとか。例えばそこにこう誰かが映ってたりしてたら勘違いするかもしれない。だからなるべくダメだっていう。すごいな。ジャッジをジャッジするジャッジがいるんですよ。ジャッジが不正をしてないか見るジャッジがいるんですよ。なるほど。それすらも見るやつもいるんですよ。チェアパーソン。チェアパーソン、ヘッドジャッジっていうのがいて、ここにジャッジがいる感じです。だからこういう風にやってて、こういうのあるじゃないですか。ヘッドジャッジ来るっすよ。ノーリアクション。ずっとこのままでさ、こういうのもダメさ。やったらあかんねん。もう機械にならなきゃいけないです。すっげえ大変。だからカルチャー大好きからしてみると、
寂しいです、みんなと会えなかったりもするんで、それが一番寂しいわ。ジャッジシステムいろいろ聞いてすごい複雑やけど、一般人はそこまでちゃんと理解して見ないと思うやん、一般人がオリンピックのブレイキンを見るにあたって楽しむポイントっていうのはどの辺？いろんな踊り方する子たちがこう出てくるので、そうやね、あ、この子ってこれ得意としてるんだみたいなのをおのおの探していただいて、でそれを頭に描きながらこう、バトル見るっていう風なのがすごい面白いかなと思います。スタイル系もおったらパワームーバーもおるし、なんかもういろいろやもんね。得意技もみんな違うわけやし、だからなんかこう美術館行って絵を見るような感覚で見てもらいたいっていうのはありますね。そこでファンになってもらって、応援して、その推しがね勝ったらやっぱり嬉しいしみたいな。その出てる子たちって多分ものすごいバックグラウンドやっぱあるじゃないですか、一人一人のドラマみたいな。なんかそういうのがこう分かるともっと面白いかもしれないですね。なんか表よりも本当はその裏舞台の方をこう撮ってほしいとかっていう願望もあります。いやあるわな。どういう思いでやってるのかっていうのが中心のがメディアで広がっていくっていうのは結構やってほしいなと思ってますね。じゃあ本部長から最後メッセージを。はい、そうですね。生き方は結構いろいろあるんですけど、そこにこう挑戦する b ボーイ b ガールたちをみんなでバックアップして応援してあげてパリまで押してあげたいなっていう、そういった思いで応援してくれるとすごい嬉しいです。応援してください。お願いします。かっこいいです。かつ、ダンスとの出会いって何をきっかけにブレイキンを始めた？そうだ、ブレイキンの前にちょっと遡るんですけど、ブレイキン始まりじゃないんや。違うんですよ。何高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。レッツゴーメイクさん、僕もやってますんで概要欄からチェックしてください。チェックしてください。